今日はあんみつ風のミルク白玉を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はあんみつ風のミルク白玉を作りたいと思います。はい、ということで今回は牛乳を使って白玉を作って、さらに牛乳寒天を加えてあんみつ風に仕上げていきたいと思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに牛乳寒天の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、粉寒天、お水。こちらの4つの材料で牛乳寒天を作っていきます。使うお砂糖なんですけれども、こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。続いて牛乳白玉の材料をご紹介します。材料はこちらです。白玉粉、牛乳、お砂糖。こちらは3つの材料で作っていきます。これもね、とてもシンプルな材料で簡単に作ることができます。今回ね、結構量が多めに作ってるんですけれども、もしちょっと量が多いなという場合は全て半量で作っていただいて OK です。そして最後に牛乳シロップと、あとはその他のトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、お砂糖、ゆで小豆、きな粉。こちらの材料で作っていきます。牛乳シロップはとてもシンプルにね、お砂糖で甘くしていきたいと思います。こちらお好みで練乳を混ぜていただくのもおすすめです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに牛乳寒天から作っていきます。牛乳寒天に入れる牛乳なんですけれども、こちら冷たい状態で使ってしまうと寒天と合わせた時にすぐ固まってしまいますので、こちらの牛乳は一度軽く温めておきます。電子レンジ 600W で1分半加熱します。はい、温めました。少し温かくなってるぐらいで OK です。ではこちらは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて寒天を溶かしていきます。まずですね、粉寒天をお鍋に入れます。そしてここにお砂糖を加えます。粉寒天はですね、ちょっとダマになりやすいので、あらかじめお砂糖と一緒に混ぜておいてください。そうすることでダマになりにくくなります。そしたらまずこれを混ぜましょう。はい、OK です。このようにお砂糖とよく混ぜてください。そしたらですね、ここにまずお水を少し加えます。そして一度混ぜましょう。このようにダマができないように混ぜたら、また少し加えます。そして混ぜます。で、残りのお水を加えます。そして混ぜましょう。はい、OK です。そしたら火にかけます。このようにきちんとね、お水に溶かしてから火にかけるようにしてください。それではまずこのまま中火で沸騰させます。加熱している最中は時折このように混ぜながら加熱していってください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減を弱火にしてください。そしてこのまま弱火で2分加熱していきます。その時もね、必ず混ぜながら加熱するようにしてください。この寒天はね、このようにしっかり火入れしないと固まらないので、必ずね、弱火でしっかり火入れしてください。はい、今2分経ちました。そしたらね、一度火を止めてください。2分間ね、しっかり火入れしていただくと、このように透明感が出てきます。そうしましたら、こちら温めた牛乳をまずね、少し加えます。ちょっとですね、このぐらいです。そしたらこれを混ぜましょう。まだね、火にかけていない状態です。一度に入れちゃうと分離したりとか、これも固まる原因になってしまいますので、少しずつ加えていきます。このぐらいになったらまたもう少し加えます。さっきよりもね、ちょっと多めで OK です。そして混ぜましょう。そしたらね、残り全部加えます。そして混ぜます。混ぜたらこちらをもう一度火にかけます。で、火加減は弱めの中火で、こちらをね、沸騰直前まで加熱していきます。だいたい鍋肌がふつふつしてくるぐらいまでで OK です。加熱している最中も必ずこのように混ぜながら加熱してください。牛乳はね、沸騰させると膜ができてしまったりとか、あとは風味も変わってしまいますので、沸騰させないように気をつけてください。はい、少しね、鍋肌がふつふつしてきたので火を止めます。
はい、OK です。そうしましたら冷水を用意してください。この冷水で少し牛乳寒天の粗熱を取って、その後容器に流し入れていきます。この時に氷水を使ってしまうと一気にね固まってしまいますので、冷水を使うようにしてください。ではね、鍋ごとこの冷水につけます。このようにね混ぜながら粗熱を取っていきます。このね熱々の状態で型の中に流し入れてしまうと、固まった時にね分離してしまう時があります。なので必ずね軽く粗熱を取ってから型に流し入れましょう。今ね結構シャバシャバしてるんですけれども、だんだんねほんのりとろみがついてきます。そのぐらいになるまで粗熱を取っていきます。はい、OK です。今ね1分ほど粗熱を取りました。だいたいねお風呂の温度ぐらいまで粗熱が取れれば OK です。それでは型に流し入れていきます。今回は 11cm×14cm の型を使っていきます。そしたらですね、生地を入れていくんですけれども、容器の中は軽く濡らしておきましょう。そうするとね型から取り外しやすくなります。そしてですね、生地を入れる時は茶こしでこしながら流し入れていきます。そうすることで舌触りがとても滑らかに仕上がります。それでは流し込んでいきます。はい、OK です。それではですね、このまましっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で1時間ほど冷やし固めます。それでは続いて牛乳白玉を作っていきます。まずボウルに白玉粉を加えます。あとはお砂糖も入れましょう。そしてまずねこの2つを混ぜ合わせます。この時に少しね白玉粉を潰すイメージで混ぜてください。はい、では続いてここに牛乳を加えていきます。牛乳はね一度に入れずに少しずつ加えるようにしてください。まずね一回し入れます。そしてゴムベラに持ち替えて混ぜましょう。こうやってね徐々に牛乳となじませていきます。はい、で少しねポロポロっとした感じになったらまた加えます。そして混ぜましょう。またポロポロっとした感じになったら加えます。そして混ぜます。はい、そしてまた加えます。で混ぜます。全体的に水分が行き渡ってこのぐらいポロポロっとしたら、今度は手でこねていきます。ではね手をきれいに洗っていただいてこねていきます。そしてね生地をひとまとめにしていきましょう。そうするとねだんだんポロポロしてきたのもひとまとまりになってきます。はい、OK です。このようにひとまとまりになるまでしっかりとこねてください。この時にね水分量がねもし足りなくてちょっとまとまらないなという時は、ほんの少しずつね小さじ1/2ぐらいずつ牛乳を加えて硬さを調整してみてください。逆にですね緩くなりすぎてしまった場合は少しね白玉粉を加えてもう一度しっかりとこねてください。目安としてはですね、指で触って指につかないぐらいですね、このぐらいの硬さを目安にこねてください。それでは生地を丸めていきます。だいたいね一口で食べれるサイズぐらいの量を取っていただいて、これをコロコロ丸めます。はい、こんな感じ。このように丸めたら今度は少し指で押しつぶします。そして真ん中をね軽くへこませておきます。こんな感じです。それでは残りも同じように丸めていきます。はい、丸め終わりました。今回の量で15個作りました。こちらはですね作る大きさによって個数は変わってくるので目安にしていただけたらと思います。それでは今からこちらの白玉を茹でていきます。ではですね、鍋にたっぷりの水を張ってください。そしてこちらをまず沸騰させます。はい、お水が沸騰しました。そしたら火加減中火にしてください。そしてこの中に入れていきます。入れる時はね蒸気でやけどしないように注意してください。ではね全部入れていきます。はい、全部入れました。そうしましたらこのままお団子が浮き上がってくるまで茹でていきます。はい、お団子が浮き上がってきました。このようにね踊る感じになったらこのままさらに1分茹でていきます。はい、1分経ちました。そしたら火を止めます。火を止めたらですね氷水を用意してこの中に入れます。はい、 OK です。それではこのままお団子を2分から3分ほど冷やします。では続いて牛乳シロップを作っていきます。器に牛乳とあとはお砂糖を加えます。そしてこれをよく混ぜましょう。
はい、お砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。それではこちらは冷蔵庫で15分から30分ほど冷やします。はい、冷えました。ではね、こちら一旦ざるにあけます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。でね、今ちょっと水っぽいので軽くね、キッチンペーパーで水分を切っ取りたいと思います。ではキッチンペーパーを用意して、この上に白玉を乗せていきます。そして上からね、キッチンペーパーで軽く押さえて水分を拭き取ります。はい、白玉はこれで OK です。はい、牛乳寒天が冷やし固まりました。それでは型から外したいと思います。外す時はですね、こういった細いナイフでまず周りを剥がします。ちょっと空気を入れてあげるイメージですね。あとはこちらを裏返します。軽く上下にふるいます。 OK です。では型を外します。よいしょ。はい、こんな感じでプルプルで美味しそうに仕上がってます。ではこちらを切りたいと思います。これはね、食べやすい大きさで OK です。お好みの大きさに切ってください。切る時はね、軽く包丁を濡らしていただくとくっつきにくくなります。では切っていきます。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。では盛り付けていきます。まずね、牛乳寒天を入れます。はい、そしてあとは白玉をのせます。はい、こんな感じです。そして牛乳シロップを回しかけます。あとはですね、こちらゆで小豆をのせたいと思います。そしてね、あとはこちら分量外ですが、彩りでミントを添えます。これで完成です。はい、これであんみつ風のミルク白玉の完成です。こんな感じに仕上がりました。白玉はもちもちで、牛乳寒天はプルプルで美味しそうに仕上がってます。あとはこちらのきな粉をかけて召し上がってください。ではね、最後きな粉をかけたいと思います。はい、これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまず白玉からいただきます。ミルク感があってすっごく美味しいです。このミルクシロップがまたいいですね。でこちらの牛乳寒天はね、ゆで小豆といただきます。美味しい。牛乳寒天はね、すごくさっぱりしてるんですけれども、ミルクのまろやかな甘みがあってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のあんみつ風のミルク白玉のポイントです。まず牛乳寒天についてなんですけれども、この牛乳寒天を作る時の粉寒天はですね、一度お砂糖と混ぜて、その後水でしっかりと溶かしてから火にかけてください。そして火にかけて沸騰してから弱火で2分ほどしっかりと火入れしてください。そうしないとですね、固まらない時がありますので、粉寒天は必ずしっかり火入れしてください。そして牛乳なんですけれども、牛乳は必ず温めて加えるようにしてください。ここでですね、冷たい牛乳を入れてしまうと寒天が固まってしまいます。なので電子レンジで軽く温めておいてください。そして牛乳寒天が出来上がって型に流し入れる時なんですけれども、必ず粗熱を取ってから型の中に流し入れてください。粗熱の取り方の目安はだいたいお風呂ぐらいの温度になれば OK です。ここであんまり粗熱を取ってしまうとお鍋の中でね、寒天が固まってしまうので、粗熱の取りすぎには注意してください。そして白玉を作る時のポイントです。白玉を作る時はですね、牛乳は少しずつ加えてその都度よく混ぜてください。白玉の生地の硬さの目安なんですけれども、指で触っても指につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。もしボソボソしてまとまりにくい時は、ほんの少しずつ牛乳を加えて生地の硬さを調整してください。逆にですね、緩くなりすぎてしまった時は白玉粉を加えてしっかりと混ぜ合わせてください。そして白玉を茹でる時のポイントです。白玉を茹でる時は沸騰したお湯で茹でるようにしてください。そして白玉を入れて1分ぐらい過ぎると、だんだんね、白玉が浮き上がってきます。そうしましたらそのままだいたい1分ほどしっかりと加熱してください。そして出来上がった白玉はすくい上げて冷水で冷やすようにしてください。今回の分量でいくとお一人様でどれくらい召し上がるかにもよるんですけれども、だいたい4人分ぐらいになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はあんみつ風のミルク白玉を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。